日本史牧師事件の全貌。畠山重忠が無実の罪で誅殺されて間もなく、北条時政と牧の方が実朝を抹殺しようとしたとする牧師事件が起こった。だが時政と牧の方が本当に画策したのかどうかは疑わしいと言われている。牧師事件の全貌を詳しく見ていこう。北条時政は牧の方の讒言によって畠山重忠と重保親子を誅殺した。さらに無実の畠山重忠を殺害したという理由で稲毛重成らも謀殺されている。時政は畠山氏の領地を御家人たちに分配しているが、北条政子も父親に対抗するかのように女房たちに恩賞を与えている。この時点で北条時政と牧の方と北条政子と義時の対立は幕府の御家人たちにもはっきりと認識できるほど深まっていた。御家人たちは比企一族に続いて畠山一族が強引な手法で時政に滅亡させられるのを目の当たりにして不安と不平を募らせていた。北条義時は御家人たちが時政への忠誠心を失いつつある現状を見てある決断を下すのである。それはこのままでは鎌倉幕府は早晩崩壊するという危機感から時政を追放するという決断である。源頼朝の挙兵以来、義時は頼朝を尊敬して付き従った。さらに頼朝が逝去すると父時政を慕って父が下す命令通りに行動してきた。ところが時政は比企の乱の時も、そして畠山重忠の乱にしてもあまりにも拙速で強引な手法が目立つようになってきている。その原因としては5歳の牧の方が時政の出世を願うばかりに過剰な要求を時政に突きつけているからだと義時は理解していたようである。義時は兄で嫡男北条宗時が戦死した時点で本当は北条家の後継者になるべき人物であった。ところが牧の方は男の子正則が生まれると正則を跡継ぎにしてほしいと時政に訴えた。義時が一時江間氏を名乗っていたのもこのような事情が影響していたようである。義時は政子や時房、阿波局と絶えず交流していたため、北条家は1000歳の子供たちと5歳牧の方が対立していく。そして畠山重忠が討たれたおよそ1ヶ月後の1205年元久2年7月、牧師事件が起こるのである。牧の方が娘婿の平賀朝政を将軍に立てて、時政が実朝を抹殺しようと企んでいるという噂が流れた。そのため実朝の乳母である阿波局が政子に実朝を時政邸に置いておくのは危険だと訴えた。このため同年7月19日、政子は義時をはじめ三浦義村、結城朝光らに実朝を時政邸から救い出すように命じた。時政邸では実朝の争奪戦が繰り広げられたが、時政邸に詰めていた御家人たちも義時側が有利と見ると義時に味方した。
義時邸に無事移された実朝を多くの御家人たちが迎え入れて進んで警護に就いたという。時政は自分に従う御家人がほとんどいないことで戦意を喪失して、その日のうちに落職して、翌日には牧の方と共に伊豆の国北条へ下校している。この後、義時は時政の後を受けて執権に就任して、直ちに京都の平賀朝雅追討の命令を下して討ち取ったと吾妻鏡には記述されている。吾妻鏡は時政が無実の畠山重忠中殺を行ったために追放され、義時が間断なく執権を引き継いだことを強調している。ところが実際は義時は絵馬氏を継いでいたため、北条氏の嫡子は正則であり、正則亡き後は時房であった。義時はこの時点では時政の嫡子ではなく、北条氏の正当な後継者でもなかったのである。吾妻鏡は義時とその子孫である北条徳宗家によって編纂された歴史書である。そのため時政の過失を強調して、その後を引き継いだ義時の正当性をことさら記述するのは当然である。時政が牧の方と謀って平賀朝雅を将軍にするため、実朝を抹殺しようと画策したのが吾妻鏡に書かれた牧氏事件の全貌である。だが記述が義時に有利なように書かれているとすれば、事実は異なってくる。本当に時政と牧の方は平賀朝雅を将軍にしようとしていたのか、さらに中殺された平賀朝雅は陰謀を企んでいたのかは疑わしいのである。